ミルトンチャンネルです。今日は先日作った FRP キャンピングシェルを軽トラの上に乗せてみました。その映像がこちら。今回はこのシェルに床も設置。この軽トラにがっちり固定もできるようになったのでめっちゃ楽しかったです。こちらは先日作った FRP キャンピングシェル。これを軽トラに乗せても使えるように下準備していきます。まずはこの部分にバリが出ているので、このバリは外からの衝撃で割れたりする可能性があるのでニッパーでカットしていきます。今後このキャンピングカーを塗装する予定なんですが、塗装の前にこのバリを落としておかないとちょっとした衝撃で塗装が剥がれる原因になります。この作業、動画映えもせずかなり面倒なんですが、塗装した際の出来栄えも変わってしまうので、あらかじめ丁寧にバリを落とすようにします。このニッパーのこの角の部分を使ってバリを取っていきます。このような FRP シェルの DIY は理系してからも下準備にかなり時間がかかります。時間と労力はかなりかかりますが、出来上がれば達成感を味わえるので頑張って作業を続けます。キャンピングシェルなんですけど、こういった机や一斗缶、小さいはしごを利用して少しずつ上に上げて軽トラの上に乗せました。結構一人で乗せるのは大変なので2人以上で作業された方がいいんですけれども、なんとか上げることができました。外観をチェックします。映像のように運転席と荷台の隙間が 4,5 センチ空いています。バンクの下の部分も指を入れてみると指2本分ぐらいでしょうか、隙間が空いています。車体後部も確認します。下は25センチぐらいのはみ出具合になってるんですけども、後ろ側も長く作っています。そして横の部分も横幅片側12センチずつはみ出しています。これは道路交通法上問題なく運転できますので、今回は車体より大きなシェルを作ったのでかなり快適そうなキャンピングカーにできそうです。この辺りも12センチのはみ出しでぴったりうまくいってます。これも計算通りなんでかなりいい感じですね。12センチというんですけれども、このミラーよりはこちら側の内側に入っていますので、ミラーが見えないということもないですし、運転には支障がないと思います。車に乗ってミラーの見え具合を確認します。運転席後方は問題なく確認できました。助手席側も確認。こちらも問題なく後方確認できました。ルームミラーでも後方確認します。こちらはドライブレコーダーのモニターなので、これも問題なく後方確認できます。踏み台を利用してシェルの中に入ってみます。中で歩くと車体が多少揺れますが、この中で立てるのはかなり快適そうです。バンク部分の外観も確認します。車の進行方向に対して風が流れる設計にしていたので、この形状なら多少の向かい風でも走りやすそうです。実際に車に乗せてみて車体にぴったりフィットするようにできているので、個人的にはかなりテンションが上がりました。それで今後の方針なんですが、シェルの床となる板材を張ったり、あとはこういったところに柱を入れて補強をしていく予定なんですが、そういった補強を入れる前にこのシェル自体を軽トラに固定できるように先にしておきたいと思います。軽トラへの固定方法は、このちょうど下の部分に穴が開いているので、この穴をうまく利用してキャンピングシェルを固定します。ステップドリルでまず穴を開けます。穴が開いたので上からさらに穴を開けます。反対側もこの穴を利用して固定していきます。キャンピングシェルの固定なんですけども、このような工具を使って外さなければいけないボルトやナットを使ってしまうと違反になってしまうそうなので、このような蝶ネジまたは手で回せるタイプのこのボルトを使って、これはドラム用のボルトなんですけども、手で回せるタイプのボルトを使って固定することにしました。反対側の部分は蝶ネジで固定しておきます。これであれば
中から閉めれますので、いたずら防止にもなります。はい、それで後ろの部分はこの部分とこの部分で固定できるようにしたんですけども、前方の部分はバンクの背面で固定します。この部分は雨にも濡れないですし、この辺りに穴を開けて蝶ネジ等で固定してしまえば防水対策もできますので、この部分に穴を開けます。穴開け位置は軽トラックの背面にあります。この部分にボルトで留められるナットがついていて、この下のこの部分もボルトをぴったりいい感じに固定できます。運転席側も全く同様で、この部分にもボルト止めできるところがあるんで、ここをうまく利用してバンクと軽トラックを固定します。この部分にテーブルを置いて、このままスライドさせてテーブルの上に少しこのシェルを乗せます。シェルを引いて軽トラの背面にスペースを作ります。この部分のボルトを外して、こういったボルトの穴を利用して FRP シェルに穴を開けて、ここで固定するようにします。これは運転席側にも同じボルトが2つ分ついているので、背中の部分だけで合計4箇所止めることができます。そしてこの部分とこの部分で合計6箇所で止めるので、このキャンピングカーの固定はかなり強力にできそうです。キャンピングシェルを元に戻したので、この部分がちょうど12センチはみ出るようにしました。この辺り片側2箇所ずつ印をつけていきます。その印をつけるのに使うのがこのレーザーポインターですね。ボルト穴がある部分にこんな感じでセッティングをして、穴の位置にぴったり合わせたらマジックで印をつけます。これで穴を開ける位置がこのシェルを外しても分かるので、マジックで印をつけていきます。レーザーポインターで印をつけ終えたので、再度このキャンピングシェルを後ろにやって電動ドリルで穴を開けます。4箇所穴を開けています。で、この部分の固定なんですけども、 M8 のボルトで固定できます。M8 のボルトはいろんなサイズが売ってたんですけれども、 110mm のボルトを使うことにしました。本来はこれをこういった六角レンチで固定したいところなんですけれども、工具を使ってキャンピングカーの固定をしてしまうとルール違反だそうなので、手で外せるようにチェンジノブ、これは M8 専用のものなんですが、この部分に取り付けて手で回せるようにして固定をしたいと思います。キャンピングシェルに穴を開けた部分の雨漏り対策なんですけれども、 M8 用の直径 30mm のゴムのスペーサーがあったので、これをこの部分に入れて雨漏り対策をしようと思います。で、これでノブを回してきっちり締め上げてあげれば、雨が車の中に入ってこないと思うので、そういった形でこのノブとゴムのスペーサーを使って締め上げていきます。この M8 のチェンジノブはめちゃくちゃ簡単で、この部分に M8 のボルトを刺したら、六角レンチがきっちり固定される部分までボルトを入れて、上から蓋をして手で回して締めればこれで OK です。で、この部分にゴムのスペーサーを入れて、これで固定するだけです。めちゃくちゃ簡単です。はい、これで OK です。こんな感じで固定を終えました。このキャンピングシェルの固定はバンクの部分のこの背もたれの部分の4箇所と軽トラの荷台の部分のこの2箇所で固定することになります。ちょっとこの部分にはこのような大きめのワッシャーを仕込んで FRP に負担がかからないようにしたいと思っています。キャンピングシェルの固定がうまくできたので、床板を作っていきます。床板には外枠の型の余りを使います。こうすることで無駄に材料を買う必要もありません。FRP シェルを作る際に出た枠板は床や家具を作る際に再利用します。こうすることで環境にもお財布にも優しいシェルができます。あらかじめ床のサイズを測っておいたので、丸ノコでサイズ通りにカットします。床板をカットし終えたら、これらの板を床面にぴったりフィットさせるために新しくトリマービットを購入しました。これは4つセットで Amazon で売っていたものなんですが、刃の長さが 13mm で角度が45度の 6mm 軸の角面ビットベアリングを使います。トリマーでこの床になる部分の角を
ざっくり落としました。45度になっていて、この縦のラインのこの角も落としてあります。なので FRP が曲がっている部分にフィットするような感じでこの床を設置できると思います。カットし終えた床をキャンピングシェルに設置します。ぴったりですね。いい感じです。きっちりサイズを測りながらカットしたのでぴったりな床ができました。この部分には後ほどクッションフロアを貼ろうと思っています。そしてこの横の部分にも柱を通してこの天井のたるみやこの横の部分のこのようなたわみが軽減されるような感じで柱を入れようと思っています。そして今回 Amazon で窓を購入していました。こちらの窓は窓枠とセットで売られている窓で、こちらの製品はこちらが内側になるんですが、この部分を引っ張るとロックが解除されて窓が開くようになっています。そしてもうすでに網戸が仕込まれているので網戸を別途用意する必要がありません。これめちゃくちゃいいですね。しかも若干スモークがかったような色のガラスになっていて、この部分でしっかりロックがかかってくれるんで防犯対策もバッチリです。ガラス自体は向こうが透けるような製品になっているので別途カーテンを用意する必要はありそうですが、網戸もついていて窓も開けられるので家の窓とほとんど同じような機能がこの窓にはついています。この窓をつける部分なんですが、ちょうどバンクのこの辺りに取り付けようと思っています。バンクの部分に湿気が溜まりやすいらしいんですが、この窓があることによって湿気や結露の対策もできると思います。この下の2箇所の固定部分は穴を開けるかちょっと別の対策でこの部分をネジで固定しようと思っています。でこういった感じで横幅ですとか後ろがはみ出ているんですけれども、この板を入れたことによって補強されているのでこのシェル自体の強度が上がるような施工をしました。でこういったところ軽くバリ取りはしてあるんですけれども、まだパテ埋めできてない状態にあります。でこういったところも少しサンダーで削ってパテ埋めをしなければいけません。でまだパテ埋めがうまくいってないので模型でパテ埋めの練習をしてから本番のパテ埋めをしたいと思っています。なのでこの板自体はパテ埋めですとかサンディング塗装する段階では一旦板を外して作業しようと思っています。はい、本番の塗装やパテ盛りで失敗してしまうと嫌なのでこの模型を使って試します。240番のサンダーを使ってゲルコートの部分を削ったりしてみます。粉塵対策でマスクやメガネをつけて作業します。サンダーで10分ほど削ってみました。角の部分には少し巣穴ができたりしています。こういった部分をパテで埋めて綺麗にラインが出るように仕上げていきます。こういったところもですね、これもパテで埋めて成形していきます。でこのラインもボコボコしているのでこの辺は少しパテを厚盛りして綺麗に成形しようと思っています。こういった部分も巣穴ができているのでパテで埋めてどれぐらいまで綺麗になるかもチェックしてみたいと思います。ゲルコートが塗られた FRP の表面に傷をつけてバリ等も取ったんですけれども、本来はこの部分をこのようなシリコンオフと呼ばれる脱脂剤を使って脱脂するんですけれども、今回は模型での作業なので脱脂の作業は省きます。私こういったパテを塗るっていう作業自体も初めてなので最初からうまくいくとは思ってないんですけど、とりあえずやってみます。今回購入したパテはフレンズホワイトパテというパテで硬化剤が必要なタイプになっていて 1% から 5% の硬化剤を入れることになっています。なのでポリプロピレンシートを小さくカットしてこの上に直接パテを乗せて計量してポイントで硬化剤を入れたいと思います。中身はちょっと柔らかいゲル状みたいな感じになってますね。こんなに柔らかい素材になっています。パテ用のヘラはダイソーで購入したプラスチックヘラを使ってみます。意外とすごく硬いですね。10g で作ってみます。硬化剤の量は 0.1g グラムです。
パテに硬化剤を入れてしまうと、入れた直後から少しずつ硬化が始まるらしいので、硬化剤を入れたらなるべく早く塗ります。パンクの部分もパテを持っていきます。とりあえずこれで硬化させて様子を見たいと思います。今回はこのパテ盛り作業を初めてやったんですけれども、結構難しかったです。粘度が高かったので、このパテ自体を少し希釈して粘度を下げてパテ盛りをした方がうまくいくのかもしれません。パテを持って丸2日経ちました。現在の気温が11度で結構寒いです。で、このところすごく寒い日が続いていたので、通常だったら 1,2 時間も待てばパテは硬化するらしいんですが、硬化剤の入れた量が 1% ぐらいだったので、こんな感じで全然硬化してくれてないので、このパテは全部剥がして硬化剤の量をもう少し増やしてやり直したいと思います。で、こんな感じで完璧ではないんですけれども、ある程度硬化不良だったパテを取り除くことができたので、新しいパテを持っていきます。で、このフレンズホワイトパテなんですけれども、ちょっと粘度が高すぎて施工しづらかったので、今回 FRP 用のスチレンモノマーという希釈剤を購入しました。これはこのホワイトパテの中に入っているのもスチレンなので同じ素材ではあるんですけども、これを添加することによってこのパテの粘度を下げることができるようです。で、今回このパテの施工にあたってかなり正確にこのスチレン、この希釈溶剤や硬化剤を入れた方が良さそうなので Amazon でデジタルスケールの測りを購入しました。こちらは 0.1g 単位まで測ることができるので、今までの測りよりも正確に測れそうです。10.5g パテを入れました。これに希釈剤を 0.4g 入れたいと思います。 10.9g になったので、これで一旦練ります。だいぶ柔らかくなってきますね。結構柔らかくなったので塗りやすい硬さになりました。この部分に硬化剤を入れていきます。今回は 4% 硬化剤を入れるので 0.4g 入れます。入れすぎた。 0.5g 入っちゃいましたけど、5% まで入れていいようなので、とりあえずはこれでやってみます。前回のものに比べてかなり塗りやすそうなパテの硬さになってくれています。これでしたら綺麗に塗れるような気がします。硬化不良が起こらないようにするために硬化剤を入れた後も綺麗に混ぜ合わせておきます。パテを持っていきます。前回よりも全然塗りやすいです。難しいですね。この上の部分だけどうしてもデコボコができているので、少しだけパテを厚く盛らなきゃいけないんですけども、結構難しいです。職人さんはすごいと思います。パテを塗って丸1日以上経ちました。今回は 0.1g 単位まで測れるデジタルスケールを使って硬化剤の量もかなりシビアに入れたので、ガチガチにパテが硬化してくれました。私のパテの盛り方が下手すぎてガタガタになっているんですが、パテ盛りはやりながら慣れていって、何度も塗ったり削ったりを繰り返せばいいかなと思うので、パテを塗った FRP の模型をコーナーサンダーで削っていきます。20分ぐらいなんですけども削ってみました。この辺はちょっとパテ盛りも削りも甘々なんですが、個人的には結構綺麗になってきてるかなというふうに思っています。プロの方から見たらちょっと突っ込みどころが満載すぎてやばい仕上がりではあると思うんですけども、こういった部分ももうボコボコでどうしようもなかったものがかなり巣穴も埋まってくれて、ちょっと触ってみてもツルツルした感じになってきています。パテを持って削ってという作業を繰り返せば結構綺麗にできるんじゃないかなと思っています。で、この部分も触った感じはそこそこツルツルな感じに近づいてきました。もともとはこんな感じのボコボコな面でしたので、これから比べると1回のパテ盛りでかなりつるっとしてくれた印象です。そしてこの横の部分なんかもこれと変わらないようなボコボコさ加減だったんですけれども、今比べていただくとこんな感じでだいぶつるっとしてきていますので、これを繰り返して綺麗に仕上げていくような感じになると思います。パテ盛りを今回初めてやったので、もう少しパテを綺麗に持って塗装の練習もしたいと思います。本日もご視聴ありがとうございました。ここまでご覧いただいたように
素人のキャンピングカー製作なのでまだ少し時間がかかります。今後なるべく軽くて機能性の良いシェルを作っていこうと思っていますので、もしこの動画を気に入っていただけたらチャンネル登録や高評価で応援していただけると嬉しいです。